こんにちは。今日はかっこいい PC 自作したんで紹介するよ。作ったのはミニ ITX の小さいやつだよ。CPU は AMD Ryzen 5 2400G。マザーボードは Gigabyte の B450 チップセットのやつだよ。CPU クーラーはサーマルテイクの簡易水冷で、これをライジンテックの小さいケースに押し込んだよ。このケースラジエータとファンを直列で設置できないから、ラジエータとファンは並列で設置したよ。ポンプの LED はかなり明るいね。ファンの風をラジエータに導くために、銅風板をクラフトシートで自作したよ。メモリーは 8GB×2。SSD は PCI Express 接続。電源は SFX 規格の 450W だよ。性能をサクッと見ていくよ。まずはシネベンチ R20 だよ。定格の 3.6GHz 動作で、CPU の温度はだいたい80度くらい。ファンの回転数は 1350rpm ぐらいだよ。銅風板でユーロを絞っているから、CPU の温度が心配だったけど、大丈夫みたいだね。スコアは1700で、リファレンスよりいいね。4コア8スレッドで比較すると、コア i7-7700K に大きく負けてるね。でも価格は倍ほど違うから、コスパはいいよね。ちなみに消費電力はだいたい 90W でした。次は FF ベンチだよ。条件は標準品質、フル HD にしたよ。FF ベンチってほんと重たいよね。グラボなし内蔵 GPU だと、FPS は13ぐらいで、ぬるぬるとはほど遠いよね。CPU の温度はそれほど高くならないので、GPU の性能不足だね。スコアは画面キャプチャーありだと1500。なしだと1700だったよ。ゲームやらないから問題はないんだけど、動作困難とか言われるとグラボが買いたくなるよね。ちなみに消費電力はだいたい 80W でした。次はストレージの性能だよ。今回、Gigabyte のマザーボードを選んだのは、M.2 のスロットが表面にあるからだよ。ITX 規格のマザーボードだと、背面にあるものが多いよ。背面だとマザーボードを取り外さないと交換できないので、とってもめんどくさいことになりそうだよ。SSD はエレコムの PCI Express 接続、256GB。品質が少し良い、TLC を選んだよ。クリスタルディスクマークの結果がこちら。額面通りの性能が出ていますね。ただ、これまで使用してきた SATA 接続の SSD との違いは、体感では感じられませんでした。ちなみに、USB 接続の HDD と比較するとこんな感じ。
もう HDD は息してらんないですね。その他、メモリーは 2600MHz で安定動作だよ。マザーボードのサポートリストを確認して選んだからね。待機時の消費電力は 35W ぐらいで、CPU の温度は60度以下、ファンは 800rpm 以下になるよ。電源のファンは自動停止するので、普段は全く回らないよ。両つべ見るくらいならとても静かだね。最後にコストをまとめるよ。かかったコストはこんな感じ。10万円以内には収まらなかったよ。棒グラフで高い順に並べるとこうなるよ。Windows って高いよね。お金に余裕ができたら、グラボが買いたいよ。グラボがないと裏面が寂しいから。グラボはラデオンの RX ベガあたりを考えているよ。フルサイズのグラボを入れて、裏面もギチギチにしたいよね。でもグラボ使うなら、CPU も GPU なしにしないとだから、さらにお金が必要だね。ちなみにウプ主は宗教上の理由で、赤っぽい CPU を買うことが多いよ。今回のコンパクト水冷 PC には大満足しているよ。旧メイン PC の性能に不満はなかったけど、LED とかついてないただの箱だったから、何も主張してこないというか、はぐれ刑事純情派みたいな PC だったんだよね。中もスケスケじゃなかったしね。尺が余ったんで少しお話しすると、ウプ主はかなりの腰つべジャンキーで、芋羊羹より腰つべを見るのが好きなんだよね。最近、ある太ってる人の動画を見ていて、このくらいなら作れるんじゃねと思って、簡単な気持ちで動画を作り始めたんだよ。ところが思っていた以上に大変で、こんな大して面白くもない動画を作るのに、丸2日徹夜したよ。動画編集ソフトの使い方とか、慣れの問題もあるんだけど、そもそも文章というか、ネタが思いつかないんだよね。毎日、動画を投稿している人とかほんとすごいと思うよ。腰つべ屋がこんなに大変だとは思わなかったから、チャンネル登録とか、高評価とかしてこなかったけど、これからはチャンネル登録も高評価もするよ。ほんとにごめんなさい。というわけで、心身ともに崩壊したので、短い間だったけど、腰つべ屋を引退しようと思うよ。奇跡的にこの動画にたどり着いて、最後まで視聴してくれた人には感謝感激だよ。記念に高評価でもしていってください。ご視聴、ありがとうございました。